今話題のミラノ・コルティナオリンピック世界3周した夫婦がその魅力について解説しようと思います。はいどうも、サラリーマン辞めて夫婦で世界旅行しているゼオです。すみです。このチャンネルでは一生に一度は行ってみたいっていう場所を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしています。本日は今絶賛開催中のミラノ・コルティナオリンピック、日本人選手の活躍を毎日ニュースで見ることができて本当にめちゃくちゃ盛り上がってます。めちゃくちゃ盛り上がってるよね。いやーマジでね、感動の話みんなのね、身体能力の高さそうなんか当たり前なんだけど努力の結晶だね。努力の結晶が素晴らしくて感動してます。そんな今めちゃくちゃ盛り上がっているコルティナエリア、皆さん日々ニュースとかで見ているのは競技場の中は見ることができるんですけれども、実はこの競技場の外周囲はアルプス山脈に囲まれていてめちゃくちゃ絶景が広がってるんですね。僕たちもこのエリア2年ぐらい前に地球3周した夫婦がおすすめしている一生のうちに行くべきスポットランキングっていうのでコルティナエリアをランクインするぐらいこの美しい景色っていうのもねめちゃくちゃ魅力的なんですけども、今日はそんな競技から離れたミラノ・コルティナエリアの絶景の魅力っていうのを僕たち地球3周した夫婦が紹介していこうと思います。やってきました。やってきましたね。やってきましたね。まだね Vlog とかっていう形で詳細に説明したことは実はなくて、今このタイミングミラノ・コルティナオリンピックが開催されてる今まさにこの瞬間に皆さんに知ってもらえると皆さんの興味もねバコーンって湧くんじゃないかってことで今日はね動画を回しております。すみちゃんってさ、だいたいリゾートホテルとか行った時さ、よく泳ぎバタフライとかやってるやん。やってる。ウィンタースポーツはなんか好きなんですか？好き好きそう好きはい、でまずこのコルティナエリア、今回のオリンピックだとミラノ・コルティナオリンピックっていう名前なんですけれども、実はこのミラノっていうところとコルティナっていうところともう一つリビーニョっていうところが地理的に間ぐらいにあって、この3拠点を中心にオリンピックが開催されてるっていう感じになっております。それぞれ役割を見ていくと、ミラノが皆さんご存知都市になってきて、開会式とか閉会式とかのメインのイベント、あとはもちろん玄関口としてのでかい空港がありますんで、その玄関口としてのインフラを担っていると。であとは屋内競技ですね、フィギュアスケートとかアイスホッケーとか屋内競技はこのミラノで開催してます。でさらにコルティナですね、これ実はあとコルティナってみんな言ってるんですけど、正式名称コルティナ・ダンペッツォっていうんです。そう別になんか僕がなんかこだわり好きとか正面とかじゃなくてコルティナ・ダンペッツォが普通の名前なんで、そうだよね。ごめんなさい急になんかシャシャリ出て我慢できなかった人みたいなこれが普通なんで、なんか知識ひけらかしたい人みたいなそうなんかこだわりが強くて黙ってらんなかった人みたいに今なってますけど、コルティナ・ダンペッツォっていうのが普通の本当に呼び名なんで、そう違和感というか、ダンペッツォ言わないんだみたいな。そうすみちゃんも同じこと思ってた。よかったダンペッツォのことねと思ってそうはい。でコルティナ・ダンペッツォについてなんですけれども、このコルティナはアルペンスキーとかあとスキー系の競技とかがやられているっていうエリアになっています。でこのコルティナは今回初オリンピックではなくて1956年に70年前にオリンピック一度開催していた実績があったので、今回このミラノの都心部のインフラプラス実績のあるコルティナでやりましょうってことで、ミラノコルティナオリンピックという風になっております。でもう一つのあまり聞き慣れないリビーニョっていうところなんですけれども、これは平野歩夢君とかが出ているハーフパイプとか、あとはフリースタイルスキーですね、いわゆる若者系のトリック系ジャンプ系の競技が行われているのがリビーニョっていうエリアになっておりますっていうね、この3つの拠点を中心に今回のオリンピックが開催されてますっていうのが地理的なお話になっております。日本で例えると東京長野オリンピックみたいな、東京で開会式閉会式、あと屋内競技やってスキージャンプとかは白馬でやってたりとか、プラスそれに合わせて新潟のなんかガーラとかさ、いちごユーザーみたいなところで別な競技もやってますみたいな、地理的にはそういう感じで今回開催されてるっていうのがイメージしやすいんじゃないかなと思います。でさらにまたこだわり強い人みたいになっちゃうんですけどこのコルティナとかリビーニュとかあるアルプスエリアなんですけども、このエリア広く言うとドロミテっていう名前で呼ばれてるんですね。でドロミテってあんま皆さん覚えないとは思うんですけれども、アルプスといえば皆さんスイスを思い浮かべるじゃないですか。スイスってアルプス山脈からすると北部
がスイスなんですけども、南部側のエリアはイタリア北部のこのドロミテっていうエリアになってるので、だいたいトラベラーとしてはあんまりこのコルテナ・タンペッツォって結構ちっちゃい町なんで、どっちかって言ったらドロミテに行くっていう、そうだね、行き先ドロミテみたいな感じで指すことが多いんで、僕たちも今回の映像の中でもたびたびドロミテっていう風に言うんですけれども、このアルプス地帯一帯、競技が行われているエリア一帯のことをこれドロミテと言いますというのがね、概要のお話になっております。概要が分かったところで、この後実際に僕たちが行ったそして見た魅力を紹介していこうと思うんですけれども、見てほしいポイントが3つあります、でまず1つ目はスイスの反対側にあるっていうところが結構ポイントで、皆さんアルプスといえばアルプスの少女ハイジとか、綺麗な山々に囲まれた牧草地帯が広がって、どこから繋がってるか分かんないブランコ乗ってますみたいなスイスのイメージあるじゃないですか。あるある。けどドロミテ自体もアルプスなんで、もう皆さんが思い浮かべるあのアルプスの映像、そのままこのドロミテのエリアでも見ることができるんですね、でなので今物価高でめっちゃスイスでも世界トップクラスで物価めっちゃ高いし、日本からなかなか行きづらかったりするスイスなんですけども、イタリアって割とローマとかって直行便あったりとかするんで、行きやすかったり、あと物価も割と落ち着いてたりするんで、アルプス行ってみたいなって方はこのドロミテ結構おすすめですよっていうのがまず1個目。2つ目は景色だけじゃなくて、イタリア産なので、料理がうまいんですよ。間違いない。パスタやらピッツァやら、美味しいイタリア料理っていっぱいあるじゃないですか、風景だけじゃなくてこのイタリア料理を一緒に楽しめますよっていうのがこのドロミテ地帯の魅力の一つになっています。で最後魅力3つ目はとにかく映えスポット、絶景が多いです、スイスと比べてあれなんですけどスイスもね美しいとこ多いんですけど、なんかねドロミテって巡りやすいんですよ。そう巡りやすい、スイスって結構こう伝統的な可愛らしいアルプスの街並みっていうのが魅力なんですけども、イタリアはそれに加えてなんかこう刷新的なリゾートホテルっていうのも多くて、しかもそれもでかくて人がいっぱいいるようなリゾートじゃなくて、めちゃくちゃおしゃれなリゾートホテル、大人専用とかっていうのが多いのがこのドロミテエリアなので、これもね一個魅力なのかなと思います。ということで早速お待たせしました。このコルティナ総じてドロミテエリアのスポット紹介になっていきます。ついにお待たせしました準備が整いましたようやくこれで準備が行きましょう。行きましょう。ドロミテおすすめスポット1つ目はシャレーアルフォス。まず最初はシャレーアルフォスになります。ここはリビーニョに近いホテルなんですけども、世界最高峰の映えホテル。とにかく映えを追求されたデザインと、それだけではないサービスや料理もめちゃくちゃ最高な施設になっています。施設には象徴的なインフィニティのプールならぬインフィニティ温泉が設置されていて、その温泉からはアルプスの絶景を眺めることができます。さらに超人気なのは半年前から予約しないと体験できないという絶景とともにアルパカと一緒に食べる朝食は忘れられない思い出になること間違いなしという感じで、まず一つ目のスポットはシャレーアルフォスになります。最高。ここ大好きなホテル。ここね本当にさ、大自然アルプスに囲まれた中のポツンとある高級ホテル、映えホテルなんだけど、ここいいよね。めちゃくちゃいい。本当にめちゃくちゃいいよね。本当私たちが世界3周して泊まったホテルの中でも本当トップクラスでお気に入りのホテルで、なんかさ映えに振り切ってないここ。そう本当にそう。映えがすごくて、いろんなプランがあるんだけど、アルパカさんとの朝食も映えてるし、プールをデコレーションして、ロマンティックプールみたいな、そうバラ一面敷いてくれたり、そうもうお部屋も映えてるし、他の宿泊者の方がなんかドローン飛ばしてても全然スタッフさんって止めなくて、そうもちろん写真撮っても協力してくれるし、ドローン飛ばしてても別にスタッフさん注意しないみたいな、どっちかって言ったらみんなで思い出ちゃんと残そうぜみたいな感じで振り切ってる。お互い宿泊者もはいみたいな、どうぞみたいな感じで、他のホテルにはない
こう映えにすごく特化してるホテル。そうだね、ここって実は子供が入れなくて大人専用のホテルだからこそ多分そういうことがこうまかり通るというか、そうだね、で宿泊されてる方も新婚旅行とか記念日で40歳、50歳ぐらいのご夫婦なのか、カップルで来られている方々っていうのが結構メインで、皆さんこう思い思いに思い出を残されてるっていう感じで、和やかな大人のこう時間が流れてるホテルっていう感じだよね。あとさ、料理も美味しいんだよね、ここ。料理うまい。朝食もさ、アラカルトタイプで頼めて、その朝食も全て美味しいし、なんと朝からシャンパンを準備してくれるという。確かにね朝シャン飲んだね。朝シャン飲んであれビビったな。なんか水かなと思いきやシャンパン注がれてビビったな。なんかやっぱイタリアならではというかね、なんかイタリアってなんかちょいちょいワイン飲むからね。そう、みんなワイン飲むよね。そう、なんか合法なのかわかんないけど、サービスエリアとかでも1杯だけだったら OK ってルールとかローカルルールなのか、ワイングラス1杯 OK みたいな。そう、それこそミラノからこのシャレアルフォスに向かう途中のサービスエリアでワイン飲んでる人いて絶対ここからみんな車乗るのにみんなで乾杯してる人結構いてあれは運転してない人かもしれないけど、運転してない人かもしれないけど、よう飲むなっていう感じの、ね、文化だなって感じだったね、っていうのがまず一つ目のシャレアルフォスになっております。ドロミテおすすめスポット2つ目はセチェダ。標高2500メートルのナイフのように鋭く尖った山頂。実は約2億年前は海の底でサンゴ礁が隆起してできた山脈で、現在はその断片がむき出しになっている。名前の由来はラディン語で切り立った場所という意味で、セチェダに登るとドロミテ一帯の3000メートル級の山々も見ることができ、一度に2度美味しい見どころの多い山。ということで、2つ目はセチェダとなっております。セチェダね、私たちお気に入りすぎてなんと2回行ってます。2回行ってますこのセチェダ、見た感じ超険しそうな山なんだけど、ポイントとしては、ロープウェイで超簡単に登れるんで、山登り自信ない方とかでも超イージーに登ることができます。ロープウェイも20分ぐらい乗って簡単に行けるし、ロープウェイ終わったらもうとことか歩けば、全然もう美しいセチェダの山を見ることができるから、結構ここは歩くの苦手な方もいいよね。いや全然いい、しかもね 3000 メートル級の山ってなかなか日本だとそんな隣で見ることなんてできない、富士山ぐらいしかないだろうから、それをねもう自分と同じ高さで周り見渡すと3000メートル級の山々っていう、セチェダ自体もすっごい迫力あるのにもかかわらず、周りもすごい迫力あるっていう感じで、本当に2度美味しい場所っていうのがこのセチェダかなと思います、もちろんセチェダの山も美しいのよ、美しいんだけど、登った後に村が見えるんだけど、そこの村が本当に絵本のように美しくて、周りの景色も楽しみながら散歩できるっていうのがすごく良かったかな、本当見どころが多いから2回行っちゃったっていう、魅力的なんだよねそうだね、癒されたい人行った方がいいよね間違いないね、それは間違いないねあとここはスキーもできるから、スキーしたい人とかはすごいおすすめかなと思う。あんな絶景の中でスキーしたらもう超楽しいと思うから、本当そう、海外でスキーとかね最高でしょ。もうやってみたいよね。やってみたい。スキー好き次回行った時は絶対やろうドロミテおすすめスポット3つ目はアルペディシュージ。ヨーロッパ最大級の高原となっていて、どこまでも続く草原に静かに草をはむ放牧された牛たち。その向こうはドロミテの切り立った山々。朝焼けと夕焼けの時間になると、光が山肌を赤く染め、風景全体が一瞬で完成された一枚の油絵になってくる。ここはただ見る場所ではなく、360度芸術の世界に入り込む感動を味わえる場所ということで、ドロミテエリアでおすすめの場所3つ目はアルペディチウジとなっております。来ましたね、はい、私たちお気に入りエリア、お気に入りでございます。セチェダはさっき2回行ったと言いましたが、アルペディシウジは3回行きました
どんだけ好きやねみたいな。もう本当にさ、通い詰めてたよね。いやもうね美しすぎるんですよ、ここは本当に。3回行くってやばくないですか？やばいよ。いやだってさ同じ場所に3回行くんですよ。金閣寺に行ったら金閣寺2日連続で行かないじゃないですか。行かないよね。いやでもこのアルペディシュージは行くんですよ。そう感動なんですよ。なんかね時間帯によっても全然見え方が違うし、私たちは朝夕朝に行ったのか。そうだね。朝2回と夕方1回。私はね朝が良かったね。ああそうだね、朝日がこう昇り始めた時って影がすごく伸びるじゃないですか、木とね、こうお家のこう影が伸びるし、あと霧がね出るのその時間帯に。そうだね。もうなんて幻想的なのっていう本当に、いやここはもうドロミテでしか見れない世界自然遺産なだけある景色だなと思ったね。そうだね。そうだね。そう言うの忘れたけど、このドロミテ自体がユネスコ世界遺産になってるので、もうそれだけでもこの一帯が世界遺産になるってなかなかねどんだけ範囲広いんだよっていう感じなんだけど、このアルペデシュージは一番絶対にその中でも行くべき場所っていう感じで美しすぎる、本当に美しい。私たち多分3回行ってるけど、3,4 時間ぐらい滞在してんだよね。そうそれぐらいこう没入感がある景色というか、本当美しいので、ぜひ行ってみてほしいなと思います。そうだね。要素としては一番奥に見える切り立った山ももちろんそうだし、その手前には牧草地帯が広がっていて、でまた本当にねもう誰かが筆で描いたかのような高い木々とあと小屋があるんですよ、でこの要素がもう全て交わって一枚の油絵のような芸術的な風景が広がってるっていう、そこに没入できるっていうのがこのアルペデシュージの魅力となってます。また行きたいもんね。また行きたいね。また行きたいな。ドロミテはねもう一回行きたい。行きたいなーって。リピートしたい。ドロミテおすすめスポット4つ目はブライエスコ。氷河由来のエメラルドグリーンの湖でヨーロッパの上流階級の貴族が避暑地として活用していたほど、周りも美しい紅葉や山脈に囲まれていて、世界中を探してもここにしかない唯一無二の世界観を体験できる湖となっております。ということで4つ目は湖ブライエスコとなっております。ここも綺麗なんだよね。そうここ綺麗だね、世界旅行の中で湖を見に行くってそうだね、なかなかレアそうだねなんだけど、ここはねやっぱエメラルドグリーンの湖と山リフレクションが本当に綺麗だから、ここはねぜひ皆さんに一度行ってみてほしいな。そうだね、で僕たち行ったのはちょうどその10月末頃で、ここってボートが浮いてるのが結構それ有名なんですけども、10月末になるとこのボート畳んじゃって、僕たちは残念ながらボート乗れなかったんですけども、それはそれでねオフシーズンってことで紅葉とあと雪が積もった状況で見ることができたっていうのが、それはそれで美しかったなってことで、本当にめっちゃ綺麗でした。今回私たちはブライエスコの目の前にあるホテル、ラゴディブライエス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 っていうところに泊まって、ベランダからブライエスコが目の前に見えるホテルなんだけど、私がここ泊まってみたかったんだけど、本当に美しくて、それこそ日中のブライエスコも見えるし夕方も見れるし、星空も一緒にゼロさんと見に行けたりとか、なかなか日帰りでは堪能できないような時間帯まで堪能できるから、結構目の前のホテルに宿泊するっていうのは結構個人的におすすめかも。ここ実はそのハイシーズンに行ったトラベラーの話を聞くと、人めちゃくちゃ多いらしくて、ボートに乗るにはとんでもない行列に並ぶみたいな。で予約ができないから朝っぱらから並ぶしかないとかで、俺らが行った時もオフシーズンなんですけど結構人は多くて、駐車場も結構ね並ぶんですよ、その中僕たちは目の前ホテルに泊まってたんで、もう颯爽と朝から寝巻きで散歩ですよみんながひしこいて渋滞の中やってきてる中、そうだね、もうディズニーランドのミラコスタ泊まってる特権みたいな感じで、朝っぱらから堪能できる
し、でみんなが帰った後も星空見て、うわ美しいなと思ったり、本当にね堪能できるんで、私はちょうどタイミング的に誕生日だったんだけど、ディナーの時にイタリア語でハッピーバースデーを歌っていただいて、そう本当にトマトビアレみたいなさ、よくわかんないけどそうけどリズムはやっぱハッピーバースデーだから、トマトリアレトラノジョエリーみたいなさ、そういうやつだよね。おー、イタリアン。おー、ハッピーバースデー。おー、すげえ。ハッピーバースデー歌ってんだろうなっていうのだけは分かる。いやなんかすごいね、いい思い出の場所だな。あそこで誕生日迎えられたのすごい思い出だよ。いやもう一生忘れないと思う、ね、っていう感じなので、もう皆さんもね素敵な思い出を作りにブライエスコ、あとラゴディブライエス、ここね行ってみてもらえるといいかなと思います。ドロミテおすすめスポット5つ目はトレチーメ。トレチーメはドロミテを象徴する3つの巨大な岩山で、名前の意味もそのまま3つの頂という意味。切り立った岩山は世界中のクライマーが憧れる聖地でもあり、ただの絶景ではなく地球の歴史と人類の歴史それぞれが重なる場所となっております。ということでドロミテおすすめ5つ目の場所はトレチーメとなっております。いやトレチーメはさ、なんとここも2回行ってますそう先に言っとくと、さっきのセチェダはロープウェイでピッて行って終わりですけど、ここはちゃんとガチで登るんで装備つけて、登る場所です。この2回はねちょっとヘビーすぎる。真冬なのに T シャツになっちゃうぐらい、もう暑くて息が上がっちゃって、雪だったね大雪マジで本当に膝上ぐらいまで雪があって膝上ってやばくない？マジだから歩くのが本当にすごいことになってて新記録達成そうな。ついに50センチ超え。足がもうそれ人が歩く深さじゃねえ。やべえぞ。ついに50センチ超え。膝まで来た。行こう。本当にすごい試練だったよこれほんまにおすすめになっとんかっていう感じなんだけど綺麗なんだよね。そう綺麗ですね。そう本当に綺麗なのよ。だから行ってよかったはある。間違いない間違いない。行ってよかった。じゃなかったら2回も行ってないし。そうまあベストシーズンに行くべきかな。そうオフシーズンには行かないことをおすすめします何のおすすめかわからんくなってきた。いや本当に景色は絶対綺麗だし、そうだね。夏ぐらいかな、春夏ぐらいに行くのがおすすめかな。そうだね。空間の立体感、岩山の険しさっていうのギザギザ感みたいなのもね、伝わると思うんで、これはねやっぱ生で見るともうアドレナリン爆上がり、そう、伝わると思うんで、本当にね実物をねちゃんと見てほしいなと思います。こんぐらい辛くても全然上回るぐらいの感動が待ってるっていうのがこのトレチームの魅力っていう感じだね。ドロミテおすすめスポット、最後はコルティナ・タンペッツォ。今回のオリンピックの開催地、街並みはスイスを想像させるアルプスらしい可愛らしい建物と、その後ろには巨大な山脈が見える小さな町。実は1956年の冬季オリンピック開催地で、そこから一気に世界的リゾートになった場所。人口はわずか6000人くらいなのに、ヨーロッパの富裕層や映画スターが集まる山の社交場。大自然とラグジュアリーが同時に成立している、ここにしかない魅力を持った街となっている。ということでドロミテでおすすめしたい場所、ラストはコルティナ・ダンペッツォとなっております。ラストはねやっぱりコルティナ・ダンペッツォですよ。はい、やっぱ今話題の、そうです、はい、コルティナです。ここさ風景がさもう信じられなくて、山町そう町がどうなってんのみたいな、山がちょんってあってね、山はバンってある町がちょんね街がちょんとあって、本当に可愛いの。可愛い可愛いよね。可愛い街のイメージは本当にスイスとか、
そのあたりのイメージ思い浮かべてもらったら、このコルティナダンペッツォはね、もうほぼ同じような可愛らしい街並みかなと思います、でここは本当に高級なホテルとかも多くて、この街並みもすごい素敵なんだけど、この後ろにとんでもなくでかい山がバコーンって立ってて、その迫力のコントラストっていうのもこの街の魅力になってるかなと思います。コルティナダンペッツォの近くに世界で一番美しいスネークロードっていう、くねくねした道があるんだけど、私たちが行った時期が紅葉と雪が重なってるタイミングで本当に綺麗だったよね。そうだね、上から見るとね、狙って作ったのっていうような綺麗な曲線美になっていて、紅葉のコントラストと雪山の迫力と合わせて見るっていうのがこの唯一無二の場所になってるかなと思います、っていうのがドロミテエリア、ミラノコルティナオリンピックのこのエリアの魅力的なおすすめスポットとなっております。やっぱさ、ドロミテってこれだけは言いたい、おお見どころが多い。見どころが多い。一箇所行ったらいろんなスポットがあって、いろんなホテルもある、1週間とかもしお休み取れたら、もうたくさん見どころがあって、そうだね、楽しめるっていうのがやっぱドロミテの魅力かな、やっぱ日本人の人ってまだこのドロミテっていう4文字ドロミテっていう4文字知らない人多いと思うので、多いよね、この動画を通して魅力が伝わればと思います、でそしてね、オリンピック見てさらにね熱量も上がってると思うんで、オリンピックの聖地巡礼じゃないけど、ここでこの金メダル取ったんだとかって、そういう目線で見るのもまた一つ楽しみだと思うんで、オリンピックとイタリア北部ドロミテを楽しんでいってもらえればと思います。はい、ということで本日は地球3周した夫婦が紹介するミラノコルティナオリンピックの開催地の魅力紹介でございました。いかがだったでしょうか。この動画が面白かったって方はいいね、そして登録ボタンお忘れなく。登録ボタンは、なんとこの動画見てる方7割以上は、登録されてない方です。なんてことだ。登録ボタン今すぐもうただ無料なんで、ポチッと押して応援してもらえると嬉しいです。このドロミテについてはまだね Vlog 出せてないので、ミラノからドロミテエリア過ごした Vlog この後すぐ出そうと思ってますので、そちらの方も楽しみに。でさらにこのドロミテもうすでに写真とその魅力については書籍の方でもお出ししているので、このドロミテエリア以外の日本人がまだ知らない世界各国のおすすめスポット、ぜひね書籍の方でも写真とともに楽しんでいってください。それでは次の旅でお会いしましょう。人生は自己実現と家族孝行、ゼヨ家の冒険は続く。We were just a summertime thing.